ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げるのはウクライナ関連ニュース。主な話題は3つです。まず第一に戦況解説。ウクライナ軍の反撃は引き続き行われており、ロシア軍の前線部隊において司令官が2人亡くなるということが発生しました。一方、正規軍に比べるとワグネルの方はまだまだ粘り強く戦っているらしく、バフムト市内での戦いは未だ激戦が展開中です。そして2つ目の話題はワグネルと絡めての情報工作戦。プリゴジン氏の周りで彼とロシア正規軍との間を何とか引き裂こうと様々な情報工作が行われています。今回はその中の一つ、プリゴジン氏がウクライナ側に情報を売ろうとしたんじゃないかというニュースをお届けします。最後に戦場から離れてロシア、ウクライナを取り巻く国際情勢の変化、かなり不確定要素となるニュースが流れてきています。それはベラルーシのルカシェンコ大統領がどうも重病らしいという話なのです。こういった健康不安説というのは常に指導者にとっては付きまとうものなのですが、今回の話題はどうも信憑性が高そうということで、その影響についても解説しておきましょう。また不確定要素という意味においては、トルコの大統領選挙においてもエルドアン大統領から新しい大統領へと交代するのかしないのか、そのあたりについての影響がどの程度なのかについてもお話ししておきましょう。それでは最初に戦況解説から。こちらは戦争研究所の発表している戦況解説図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、丸が付けられているところが激戦地です。今回ご紹介する戦況マップはいつもとは少し違っているものです。特にこれまでは継続的な戦いが行われていたクレミンナ周辺において戦闘が静かな状況で、それよりもずっと北のクピャンスクやスバトボを目指す双方の部隊が激戦を繰り広げているところです。特にスバトボのあたりにおける戦闘では、どうもウクライナ軍が前線の塹壕陣地を突破してロシア軍の撹乱に成功しているという話も出ているので、このあたりの戦闘がどこまで激化するかは要注目です。そしてバフムトにおける戦闘は継続中なのですが、こちらでは両軍入り乱れての戦いがかなり激しくなっています。ただし大きな戦果を上げたのはウクライナ側でしょう。ロシア国防省の発表によると、ロシア軍の前線司令官2人が戦死したようなのです。こちらはバフムトの街の戦いに焦点を当てた戦況マップ。ウクライナ軍は引き続き街の北側、南側においてロシア正規軍に対する攻撃を激しく行い、ロシア軍は後退を強いられています。そのようなバフムトの町周辺での戦いにおいて、ロシア軍の司令官2人が亡くなっています。しかし、町の中だけに限定してみると、ワグネルは未だ攻撃を激しく行って、ウクライナ軍の立てこもる建物などを徹底的に破壊しようとしています。そのため、町の中ではワグネルが一歩前進。町の外においては、ウクライナ軍が領土奪還という入り乱れた様相を呈しています。前線司令官2人が亡くなったニュースも拾ってみましょう。ロシア軍司令官2人死亡。バフムトでウクライナ前進か。ロシア国防省は14日、ウクライナ東部バフムト近郊で、旅団長ら軍幹部2人がウクライナ軍の攻撃により死亡したと発表した。バフムトでは、ウクライナ軍が本格的な反攻に転じたとの見方が強まっており、戦闘が激化しているとみられる。ロシア国防省の発表によると、死亡したのは現地で指揮を執っていた旅団長と別の部隊の副司令官、いずれもウクライナ軍の攻撃を受け、撃退を試みていたという。バフムトではウクライナが少しずつ進軍している模様だ。ウクライナの国防次官は、ウクライナ軍がバフムト郊外の2方面で前進を続けていると明らかにした。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、ウクライナ軍がバフムト地域で反攻を続けているとの分析を公表。推計では約17平方キロを奪還したという。イギリス国防省も、ウクライナ軍が1キロ前進したとの見方を示した。このあたりの奪還した広さという面においては、2022年秋に置かれたハルキウ州における電撃的な反撃作戦とは残念ながら桁違いの戦果でかなり小さいものとなっています。しかし戦場にレオパルト2などの欧米製の戦車や歩兵戦闘車が現れていないことから、バフムトでの反撃はあくまでも本格的な反攻作戦の地ならしや陽動といった別の作戦だと見るべきでしょう。そして、ロシア軍の方で前線司令官が亡くなった。このような話をすると必ず親ロシア派の人たちが、それはフェイクニュースだろうと食ってかかってくるわけですが、今回の発表はそもそもがロシア国防省が発表したものであり、それをロシアのタス通信などがさらに報道記事として流しています。タス通信ではこの亡くなった2人の前線司令官の最後についてこのような記事を書いています。第4機動ライフル旅団の司令官、マカロフ大佐について、最前線で自ら戦闘を指揮、ウクライナ軍の攻撃に対する防衛中、
旅団長は重傷を負い、戦場から避難中に死亡した。もう一人の方は、ルハンスク軍団の軍事・政治活動担当の副司令官でした。ブロコフ大佐の最後について、ウクライナ軍の攻撃を撃退する戦闘中、ブロコフ大佐は複数の攻撃による破片による傷を受け、英雄的に死亡した。どちらの司令官も共通しているのは、ウクライナ軍との戦闘によって亡くなったという部分です。そして、司令官が亡くなった状況から考えてもう一つの問題が発生しています。それは、それぞれの旅団やそれぞれの部隊における中核をなすような参謀や高級将校らがウクライナ軍の攻撃に遭っているという事実です。ウクライナ軍が前進したという言葉の裏にはこのようなロシア軍側の部隊中枢の人間についても命を落としている可能性が強いのです。このようなことから敗走した部隊はかなりの戦力ダウンをしており、再編そして復活するためには多くの時間を必要とすることでしょう。そしてバフムトにおいては未だに戦闘能力を維持している傭兵部隊ワグネル。この頭目プリゴジン氏に対する情報工作戦はかなり活発に行われています。ワグネルトップ、ウクライナにロシア軍位置情報の提供提案。アメリカのワシントンポストはロシアの民間軍事会社ワグネルトップのプリゴジン氏が今年1月、ウクライナ側にロシア軍の位置情報の提供を持ちかけていたと報じた。これは、チャットアプリディスコードに大量に流出した米軍機密文書から判明したという。ワグネルは最激戦地の東部ドネツク州バフムトでロシア軍側の主力部隊となり、多数の死傷者を出している。プリゴジン氏は、ウクライナ軍がバフムト周辺から撤退することを条件に、ロシア軍の位置情報提供を複数回にわたって提案。しかし、ウクライナ側はプリゴジン氏を信用しておらず、提案を拒否したという。プリゴジン氏は、ロシア国防省上層部が意図的にワグネルへの弾薬供給を停止したとして繰り返し非難し、ロシア国防省との圧力が表面化している。アメリカで流出した機密文書。この中において、プリゴジン氏がウクライナ側と通じようとしていたという話なわけですが、この話それ自体が私は本当にあったのかすら疑うような話だと思っています。というのも、プリゴジン氏にしてみれば、バフムトを落とせるためには何でもするという姿勢については、まあ確かにそうかもしれませんが、ロシア正規軍の位置情報について渡して、これの見返りとしてバフムトの占領しようというのは、ちょっと成立しようのない交渉だと思います。というのも、情報の取得能力という面においては、ウクライナ側の方がむしろ高いものであり、欧米各国からの支援などにより衛星からの情報などを得られたり、また盗聴の能力などについても、やはりこちらも欧米からの支援を受けたウクライナ軍の方が一枚上手だと考えられています。ですから、プリゴジン氏が位置情報などを教えてあげるなどという話をしたとしても、そもそもプリゴジン氏に対する信頼がウクライナ側にない上に、さらにその情報それ自体も情報価値があまりないだろうと考えられることから、そんなバカな取引を果たしてプリゴジン氏がするだろうかと考えたときに、この話自体がなかったものとして、単純にプリゴジン氏とロシア正規軍との間における確執をもっと深刻化させるための一つの物語ではないかというふうに私は見ています。最後に、国際情勢で結構大きな不確定要素が生まれています。ロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領が病気・入院情報も10日以降姿を見せず、ロシア議会会員の幹部は、ロシアのウクライナ侵略を支援する同盟国、ベラルーシのルカシェンコ大統領が病気を患っていると、ロシア独立系ニュースサイトの取材に対して認めた。病名は明らかにしなかった。ベラルーシの複数の独立系メディアは、ルカシェンコ氏が入院したとの情報を詳細に伝えた。ルカシェンコ氏は14日に首都ミンスクで開かれた式典を欠席した。9日には、モスクワで旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典に出席したものの、プーチン大統領との祝辞会を欠席して帰国していた。10日以降、公の場に姿を見せていない。ベラルーシのルカシェンコ大統領がどうなるかについては、今のところ詳しい話が入っていないので、あくまでも、もしかしたらが起こるかもしれないといった程度の話です。しかし、そのもしかしたらは実際に起こるかもしれません。少なくとも、9日に行われた軍事パレードにおいて、ルカシェンコ大統領もやってきてはいたのですが、見るからに何かしら体調が悪いんだろうなとわかるような顔色になっていました。しかし、
一国の大統領ですから、そのような一時的な体調不良であれば、時間さえかければ回復できるものです。しかし、今回、非常に重篤ではないかといった話が出ていることから、その影響については考えざるを得ません。そもそもルカシェンコ大統領は、隣にプーチン大統領というあまりにも目立つ独裁者がいますから、なんとなく小物に見えてしまいますが、しかし実際には、自分の政権を維持するためには残虐な行為も厭わない独裁者であることを忘れてはなりません。すでにベラルーシ国民はこの独裁者の弾圧には非常に反感を持っており、もしもルカシェンコ大統領に軍事力等がなければ、そしてロシアの後ろ盾がなければ、特に政権は倒れていた危険性があります。ですから、ルカシェンコ大統領が体調不良ですよのその先に、重篤ですよ、もはや政治指導者として表に出ることができませんよとなれば、ベラルーシが政治的にかなり不安定になります。ちなみに、ベラルーシの国民はルカシェンコ大統領をなんとか変えられないものかとこれまでも試みてきましたが、なかなかそうはうまくいきませんでした。しかし、それらの行動といったものは別に国民みんなで EU 側に移ろうとかそういった話ではなく、そもそも弾圧に対する鬱憤が溜まりすぎているからであり、ルカシェンコ大統領が政治能力を失えば、政権をひっくり返そうという国民運動が盛り上がってくる可能性が高いわけです。このような動きは、プーチン大統領にとっては見逃せないような動きとなります。ですから、最悪の場合、ベラルーシを完全にコントロールするために、軍事的な介入すらあり得るかもしれないのです。ただ、今のロシアにおいては、そのような余力を持ってベラルーシを押さえつけようとする動きが、果たしてできるのかという問題もあります。ですから、ルカシェンコ大統領の体調不良のニュースというのは、この後、ロシアに対しても動揺を引き起こさせるような国内の乱れを生むかもしれませんし、それがまたロシアによるウクライナ侵略にも波及する可能性があるのです。そして今日取り上げたい国際情勢の話としてはもう一つ、トルコの大統領選挙についても一言言っておかなければなりません。トルコのエルドアン大統領はこれまでプーチン大統領とも親交があり、一方ではヨーロッパの一員として EU や NATO の主だった国々とロシアとの間において自分が中間的な立場みたいなものを演出してきました。そのような立ち位置を得ることによってむしろトルコの存在感やトルコが得る国益といったものを最大化しようとしてきたわけです。しかし、現在のトルコにおいてはエルドアン大統領の姿勢としては、まず経済政策、そして大地震に対する長年の不正といった問題があり、国民の特に若い世代から反発を受け、新しい政権に変わるべきだという機運が高まっています。現在のところ、1回目の大統領選挙においては、誰が勝者か確定せず、次の決選投票へと移行するだろうと言われています。もしも野党側の候補者が勝利すれば、もっと明確に親欧米派の政権を打ち立て、ロシアにとっては味方とも言えるような一応の中立国を失う可能性が出てきています。現在のところトルコは、ロシアが何かヨーロッパから輸入しようと思った時の隠れ蓑となるダミー会社などがたくさんあると言われています。そこを抜け穴にして、様々な物品をロシアが輸入していると言われていますから、大統領が変わってそのロシアへの対応といったものも変われば、ロシアにとっては苦しい状況が発生するかもしれないのです。このあたりの状況の変化というのも、直接的にはロシアでは起こっていないけれども、しかしその変化の影響は確実にロシアへと波及してくる話題です。ですから、トルコの大統領選挙が日本の中で報道されるときに、トルコ国内の変化だけではなく、その変化に伴って周辺に与える影響も意外と大きいんだといったことは、ちょっと意識した方が良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ関連ニュースをいくつか解説してきました。ウクライナ情勢というのは、戦場において何が起こっているのかと同時に、その戦況にどのような政治、外交の要素などが加わって変化をもたらしているかも理解を深めると、より状況を俯瞰してみることができるようになります。戦争は外交の延長線上にあるといった話などがされますが、同時に政治、経済、外交、それら全てがミックスされた状況の中で戦争もまた行われていくことは忘れてはなりません。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。